受胎している母親を見ると、胎児の情報を確認することができます。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンリットをやっていきます。本日はですね、オーズトールテイル、チームパンクアセント、ブリーディング大革命、チート級アイテム3選をお送りいたします。オーズトールテイル、チームパンクアセントが実装されまして、数多くのチームパンクのアイテムたちが実装されました。今回はその中でも、ブリーディングに革命を起こした3つのアイテムについて詳しくご紹介していこうかと思います。まずはこちら、遺伝子スキャナー。これには3つの能力がありまして、1つ特性に関してはですね、先日詳しく解説出しておりますので、こちらをご覧いただければと思います。今回は残り2つの能力についてご紹介していきます。もう1つが後ろに見えております遺伝子ストレージ。そしてもう一つ、画期的な胎児保育器になります。それぞれについて一つずつ順番にご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。こちらを使うことによってかなりですね、ブリーディングを楽に行うことができるようになりますので、今まで公式のブリーディングなどですね、時間管理が大変だった部分がだいぶ楽になるかと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、まずは遺伝子スキャナーについて。遺伝子スキャナー、製作はエングラムレベル86となりまして、必要素材がポリマーが60、水晶が80、金属インゴット40、電子基板10、黒真珠が10となります。開放エングラムポイントが11、製作は1000番での製作となります。能力として3つありまして、一つが特性の移動、もう一つが胎児の移動、そして生物の追跡ということになります。これだけでもかなりチート級のアイテムになっているんですが、一つ一つ解説していきます。まず特性について、特性の内容についてはですね、前回詳しくご紹介しておりますので、こちらをご確認いただければと思います。まず、遺伝子スキャナー装備しておりますと、このように各生物ですね、遺伝子の能力を確認していくことが可能です。そして、H ボタン、拡張ハブを開いていただくと、このように詳細の説明文とともに確認していくことも可能です。特性は野生にもついておりますが、このように抜き出したりとかですね、利用する場合に関しては、テイムしてからということになりますので、ご注意ください。あとですね、特性抜き出すのは生体からでも可能なんですが、特性を入れる場合に関しては、このように幼年期、少年期、青年期、生体になるまでの状態でないと、遺伝子を注入することはできません。利用としては、遺伝子スキャナー装備して攻撃ボタンを押していただくと、このように2つのサークルメニューが出てきます。特性に関しては、上のボタンを押していただくと、このように独自の UI が出てきます。こちらで移し替えができるというものになっています。特性の後ろに生物名が出ておりまして、同じ生物からでないと移すことができないのでご注意ください。各特性にはティアがありまして、その特性によって1から3あります。そして各特性1から3スタックすることができるようになりまして、生物には最大5つの特性をつけることができます。これをうまく運用と合わせて特性をつけて育てるということになります。抜き出した特
性に関しては、このように遺伝子スキャナーに保存されます。遺伝子スキャナーごとに保存されることになりますので、それぞれスロットのところにこのように保存している特性の数が表示されます。その他、インベントリーを開いていただいて、遺伝子スキャナーに合わせていただくと、このように保存されている特性などが確認することができます。遺伝子スキャナーには10個まで特性を保存することができまして、もちろん別の遺伝子スキャナーを準備すれば、さらに10個保存することはそれぞれにできます。ただ、生物ごと数多くの特性がありますので、それを保存するために使うのが、こちら、遺伝子ストレージになります。遺伝子ストレージ、エングラムが86で開放となりまして、製作にはセメントが300、ポリマーが220、水晶500、金属インゴット700、電子基板120となります。必要エングラムとしてあらかじめ遺伝子スキャナーを開放しておく必要がありまして、開放エングラムポイントが17、製作は1000番での製作となります。遺伝子ストレージに関してはですね、まず通常であれば開くことができません。スキャナーを装備した状態でアクセスすると開くことができます。保存に関しては最大200まで保存することができるので、それぞれ移し替えて遺伝子を保存していくことができます。もちろん使うときは抜き出すということになります。こちらですね、右側、稼働中と出ていると思うんですが、稼働させるのに電力が必要です。電力がない場合は、このように赤くなってパワーを入れてくださいっていう表示になりますので、電力がないと基本的には使えないと思っていただければと思うんですが、おそらくバグなんですが、なぜか普通にボタンを押すと開けて移動ができるということになってます。バグですね。通常は電力がないと使えないと思っていただければと思いますので、ご注意ください。続いて、胎児の抜き出しについて。このようにですね、遺伝子スキャナーを装備させて、ラベジャーにそれぞれ今妊娠をさせたんですが、通常スピノサウルスのような卵を産むタイプのものに関してはですね、交配をオンにすると、このようにですね、受精卵という形で卵を産み落としまして、あとはこれをエアコンで孵化するということになります。アベレーションだとスピノサウルス、割とそのまま孵化できたりするんですが、基本的にはエアコンなどで温度調整をして生み出すということになります。なので、交配だけオンにしておけば、後で卵が腐るまでに回収さえすれば、どんどん卵を産ませるということもできますし、ASA であれば、オビラプトルが回収してくれるので、自動でどんどん受精卵を生み出すことができます。ただし、このようにラベジャーのように妊娠するタイプのもの、基本哺乳類的なものたちに関してはですね、お腹の中で育っていくので、生まれるまでは待たないといけません。なので、生まれるまでの時間を待って、生まれたら拾ってあげないと餓死してしまうということになります。これがですね、結構胎児系の生物、交配するのに苦労してた面になるんですが、これを改善するのがこの遺伝子スキャナーになります。これも同じように遺伝子スキャナーを構えた状態で殴ります。すると、先ほどと逆で下側、胎児の排出を押していただくと、このように胎児を卵のように抜き出すことができます。もちろんアイテムとして移動することはできます。そのまま戻すことはできないんですけど、抜き出した胎児に関してはですね、こちら胎児保育器を使います。エングラムはレベル89で開放となりまして、必要素材がセメントが220、ポリマーが120、木材150、水晶350、金属インゴット850、電子基板50となります。前提エングラムとして冷蔵庫が必要となりまして、開放エングラムポイントが24、製作は1000番となります。インベントリー開いていただくと、スロット1、2、3、4、5、6と、最大10個まで保存することができます。
ASE からされている方に関しては、簡単に言うと、ジェネシスで出てきた孵化器の胎児版だと思っていただければと思います。ちなみに、卵はですね、入れることができないので、ご注意ください。こちらも電力を必要としますので、電力を切らさないようにしましょう。入れておけば、このように孵化が進んでいくことになりますので、100% になれば、生まれる前に止まっておりまして、あとは、産みたい生物を選んで、タッチをしていただくと、生まれるということになります。あともう一つ、レストロイもありますので、産まさないということになると、レストロイで抽出させることもできます。初期ですね、これでステータス一応確認ができたと思うんですが、今見ることはできないようですね。長押ししていただくと、こちらですね、押していただくとこのようになって、遺伝子スキャナーで受胎している母親を見ると、胎児の情報を確認することができます。どういう子が生まれるか、あらかじめ分かってしまうという部分もあるんですが、これであらかじめですね、変異出しであったりとか、強いステータスを引き継いでる、引き継いでいないとか、カラーを引き継いでる、引き継いでないとかが確認することもできます。ではですね、3つ目の能力、追跡に関してご紹介していきます。遺伝子スキャナーを装備して、選ぶのはどっちでもいいんですが、わかりやすく一人称にします。この状態で R ボタン長押ししていただくとサークルメニュー。ここから右側選んでいただくと、このように遺伝子見ることもできるんですが、上の恐竜の足のマークをしていただくと、このように生物の一覧が出てきます。すでにアーケロンの名前が入ってますね。これに関してはですね、アベレーションにいない生物、そのマップにいない生物でも一覧で表示がされるというものになっております。ここから追跡したい生物を探して選ぶということになるんですが、例えばですね、パラケラテリウムを選びますと、このように回転しまして、白いところに恐竜の顔が出ます。そして横に真空管みたいなのが出てきて矢印が出ます。まっすぐなると両方が緑になります。反対向くと赤くなったり出てくる。平面になるんですが、向きが出てきますので、その向きに移動していくということですね。進んでいくと、このようにパラケラテリウムがいるということになります。基本的には一番近いものということになります。検索レベルに関しては、サークルメニューに出ております。マックスレベルが表示されます。これはサバイバーのレベルに依存しておりまして、遺伝子スキャナーを開放できるレベル86の場合は、マックスレベルが107までとなります。これをレベルを上げたとしまして、通常のレベルマックス105まで上げた場合は、マックスレベルが131となります。アベレーションでボブズトールテイル回収すると、レベルがプラス5されまして、マックス110となった場合は、探せるレベルの最大が137になります。ここから先は、ボスを倒したり、他のマップでエクスプローラーノートを集めてきたり、あとチビペットを育てたりというところで、レベル上限を開放していただいて、探せるマックスのレベルが上がっていくということになります。これに関しては、まだちょっとイベントを経験していないので、イベント生物も検索ができるのか、ドードーレックスとかが探せるのかどうかっていうところはですね、試してみないとわからないところにはなるんですが、通常の生物探すのにはですね、便利かと思います。レベル上げないとマックスレベル150を探すっていうのはちょっと難しいところにはなってくるんですが、特性を探す上で特定の生物をいっぱい探したいっていう時には便利になるかと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ボブズトールテイルチームパンクアセントのブリーディング大革命チート級アイテム3選をお送りいたしました。遺伝子スキャナーだけでもですね、かなりチート級のアイテムになっているんですが、それぞれうまく運用するためには、やはり後ろの2つ、遺伝子ストレージと託児保育器が
必要となります。両方ともですね、電力は必要となるんですが、かなりですね、ブリーディング楽にすることができます。特性のところでもお話ししましたが、ブリーディング、幼児期ですね、餌箱から食べてくれないので、手渡しで餌をあげる必要があります。生物に合わせて肉やベリーをいっぱい持てるように癖をつけて、幼児期の間、餌をいっぱい持てるようにすることも可能です。餌箱から食べる少年期に入れば、癖をさらに付け替えるという手段も取れますので、その面でもブリーディングを楽にすることが可能です。ブリーディング、敬遠されている方もいらっしゃるかもしれないですが、ぜひこの機会にですね、チャレンジしてみていただければと思います。なかなかですね、ブリーディングも奥が深いものになりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。では、本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。